皆さんこんにちは、エソです。今回は大陸版 P5X に実装された新キャラクターベリーの性能を改善していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ベリーはジオン属性の単体アタッカー、敵に持続ダメージを与える怨念を貯めていくのが最大の特徴になっています。ベリーはスキル1とスキル2で敵に怨念を貯めていきます。怨念は敵のターンごとにベリーの攻撃力 18% 分のダメージを与えていきます。ベリーのスキルには怨念のダメージ分ダメージが上がるものもあり、怨念の数を貯めていくのが基本のキャラクターです。さらにベリーはスキル1とハイライトを使うことによって自身に執着というポイントを貯めていきます。執着は最大3層まで貯めることができ、1層目で敵が持っている怨念の数だけ敵が受けるダメージアップ、2層目でベリー自身のクリティカルを 15% アップし、さらにベリーのスキルが全て持続ダメージ扱いになります。3層目では持続ダメージ全体の最終ダメージが 25% アップします。非常に強力な効果になっているので、スキル1ハイライトを含めて3回は早めに使ってあげたいです。それではベリーの各スキルの性能について見ていきましょう。ベリーのスキル1は敵単体にジオンダメージを与え、さらに怨念を2層付与します。このスキルで敵にとどめを刺した際、なんとスキルが自動で発動するという効果がついています。 HP70% 以上の敵に対してはスキルのダメージが 200% アップするため、このスキルで雑魚を連続撃破していくのがベリーの強い使い方です。さらにベリーが付与する怨念は、怨念を持った敵が撃破された時 HP が最も高い敵に自動で移動するため、雑魚を撃破すればするほどボスに怨念を貯めていくことができます。スキルには敵単体にジオンダメージを与え、さらに怨念を4層付与します。敵の怨念が10層に届いていない場合はこちらのスキルを使っていきたいです。そしてスキル3では敵単体にジオン属性の大ダメージを与え、さらに怨念の数だけダメージがアップします。追加で怨念が10層あった場合はさらにジオンの大ダメージを追加で与えます。怨念が10層溜まった状態であればこちらのスキルをメインで使っていきましょう。そしてベリーのハイライトは敵単体にジオン属性の特大ダメージ、そして3ターンの間持続ダメージである怨念にクリティカルが発生するようになります。さらに追加で敵が持っている持続ダメージを1回、怨念のダメージを2回即座に発動します。ベリー自身の怨念だけではなく味方の持続ダメージも追加で発動できる非常に強力なハイライトとなっていますね。ベリーの強化ポイントである執着も溜まっていくので積極的に使っていきたいです。ベリーの使い方ですが、スキル1とスキル2で怨念を貯め、怨念が10層溜まったらスキル3を連打していくという使い方になります。敵が雑魚敵を召喚した場合はスキル1を使って雑魚敵を撃破しながら怨念を貯めていきたいです。雑魚敵がいない場合はスキル2で怨念を貯めていきましょう。ベリーのスキル一覧がこちらになってます。ベリーは各スキルに加えて執着1層ごとに攻撃力を 15% アップさせる効果、さらにベリーがいるだけで味方全体の持続ダメージの最終ダメージ量を 15% アップする効果もついています。ベリー単体でも強力なアタッカーですが、メッサやセピアなどの他の持続アタッカーと組み合わせるのも面白いですね。ベリーの武器効果一覧がこちらになってます。ベリーの星5武器はクリティカル率をアップし、さらに執着の数だけベリーの余ダメージアップ、そしてスキル3のクリティカルダメージをアップさせてくれます。クリティカル系中心に大きくダメージを伸ばしてくれますね。ベリーの星4武器も攻撃力と余ダメージを上げてくれますが、星5武器と比べると効果量が寂しくなっています。ベリーのおすすめ刑事カードセットがこちらです。ベリーは新しく追加された憂慮と突破のセットが強力になってます。攻撃力と余ダメージを上げつつ持続ダメージの効果量も上げてくれます。おすすめのメインステータスは他のアタッカー同様、月が攻撃力とダメージボーナス、星がクリティカル率、クリティカルダメージ、タツが攻撃力になっています。サブステータスもクリティカル系を中心に上げてあげましょう。ベリーのパーティーは防御力デバフキャラクターが少なくなりがちなので貫通も優先して上げてあげると良いと思います。ベリーの突効果一覧がこちらになっています。ベリーの固有能力、怨念と執着の効果を伸ばすものが多いですね。1突効果は怨念1層ごとに敵の防御力を 3% ダウン、さらに敵をスキルで攻撃するために怨念を追加で1層付与します。2突効果は戦闘開始に執着を1層獲得し、さらに執着が5層まで溜まるようになって4層分5層分の効果が追加されます。執着4層でクリティカルダメージが 36% アップ、執着5層では戦闘不能になるとき味方が4回行動するまで HP1 で耐久してくれるようになります。4突効果ではハイライトを使用するためにベリーの攻撃力が 5% 永続でアップ、さらに貫突効果では怨念を最大15層まで貯められるようになり、さらに執着で追加効果が発動します。執着を1層貯めるごとにスキル1、スキル2、スキル3、そしてハイライトが戦闘中一度だけ続けて発動するようになる超強力なものになっていますね。星5武器と1突効果を比較すると星5武器の方が強力になっているため、ベリーは星5武器を優先してあげましょう。続いてはベリーのおすすめパーティー編成です。
ベリーをメインアタッカーにするパーティーはハイライトが強力であるためコードは編成してあげたいですね。もう一人おすすめのサポーターですが、正月ウィンドが最もおすすめになっています。ベリーは連続スキルやスキル3によるダメージアップなど攻撃の回数が多くなりがちなので、多難ヒットアタッカーを強化する正月ウィンドとは相性抜群です。正月ウィンド以外であればターボやリオンなどの汎用的なサポーターを編成してあげるのが良いと思います。ヒーラーを編成する場合はマリアンやチェリッシュなど汎用的なヒーラーを使ってあげてください。ワンダーのおすすめペルソナはまずバスキー。バスキは専用スキルを使うことによって敵が受ける持続ダメージの量をアップさせてくれます。バスキは一突してあげると戦闘開始後即座にそのスキルを発動できるようになるので、最低でも1突は上げてあげると良いですね。2突するとさらに強いです。続いて年中も専用スキルを使うことによって敵全体が受ける持続ダメージの量をアップさせてくれます。そして最後にディオニュソス。ベリーはクリティカルが重要になってくるキャラクターなので、ディオニュソスでベリーのクリティカルを強化してあげましょう。支援キャラクターはアンジュやナビなど様々なキャラクターと一緒に使うことができます。それではベリーの強み弱みを紹介していきましょう。ベリーの強みはまずその特殊な持続ダメージアタッカーである点。持続ダメージが必要なギミックでベリーは高い能力を発揮します。最近の高難易度ボスは HP 割合ダメージに対して対策が取られがちですが、ベリーの持続ダメージは割合ダメージではないため、そういったボスにもダメージを出していきます。続いてスキル1で雑魚を一気に殲滅できる点。スキル1で一撃で倒せる敵であればベリーは単体アタッカーでありながら全体アタッカーのような高い殲滅能力を発揮します。1体のボスプラス雑魚敵多数という編成では特に高い能力を発揮します。ベリーの弱みはまずボスが1体しかいないようなスタンダードなボス戦だと強みをそこまで発揮できない点です。そういったボス戦であれば誠のような他の単体アタッカーが優先されます。またスキル1で雑魚敵を一撃で倒さなければ強みを発揮できないため、育成要求値が非常に高いキャラクターになっています。星5武器やケーチカードなどを駆使してベリーのステータスを上げてあげなければ強みを発揮しにくいです。そしてハイライトが強い持続ダメージアタッカーなどの都合上パーティーが固定化されやすいのもデメリットです。ワンダーのペルソナやコードの存在などベリーのパーティーには必須のパーツが多いですね。ただ状況が揃えば非常に高い能力を発揮するキャラクターですし、持続ダメージアタッカーは大変貴重な存在になっているので優秀なキャラクターだと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ベリーはその特徴的なビジュアルに合った性能をしており、噛み合った時の爆発力もあって大変面白いキャラクターになってます。シナジーなども大変面白いキャラクターになっているので、気に入った方はぜひベリーを入手してみてください。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報をどんどん発信していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。